はい、皆さんこんにちは。ポッドキャスト第1回目、今録音しております。リリジャパニーズのリリと申します。今回ポッドキャストを始めようと思っております。1回目なので、改めての自己紹介とかを話したいと思います。私は、インスタグラム、YouTube で日本語を勉強している人向けにいろいろと発信をしております。もともと日本語学校で働いていて、その時に SNS を始めました。今は日本語学校の後に、普通の会社、民間企業ですねに転職して、で2年間働いて、今は独立をして仕事をしています。普段インスタとか YouTube 見てくださって、ありがとうございます。本当に始めた時はこんなにたくさんの方が見てくれるとは思ってなかったんですけど、でもちょうどねコロナの時に始めたんですよね。で今ではねこんなにたくさんの方に見ていただいて嬉しいなと思います。でもまだまだ自分のやりたいことはたくさんあるので、これからも私も頑張っていくので、みんなも一緒に頑張っていきましょう。はい。で、このねポッドキャストは文字起こし、テキストをどっかサイトに載せておこうと思います。私の喋りは結構ゆっくりだし、あんまり難しい言葉をもう使わないように、そういう喋りになってるので、そういう喋り方で慣れちゃってるので、比較的分かりやすいかなとは思うんですけど、本当にしっかり聞きたい人とか勉強したい人用にテキストもサイトで公開するので、ちょっとそれは、今月中ですね、やりたいと思います。なので最初は音声だけなんですけど、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。ポッドキャストを始めた理由は、前から、ポッドキャストもやってほしいっていう風にコメントとか、あとレッスン受けてくださってる方からも言われてて、だからやりたいなとは思ってたんですね。YouTube でももっとトーク、自分が話してる動画も出したいし、聞きたい、見たいっていう方もいらっしゃったんですけど、私がなかなかそれを取れてないっていうのと、やっぱり顔を出してやるのは、私は全然抵抗はないんですけど、普段ねずっと私って家にいて、家で仕事してて、なんかあんまり表に出せるような見た目じゃないのでだからポッドキャストならね声だけだからいいなと思って、前からやりたいと思ってて、ようやく始めました。で、私自身も音声コンテンツを聞きながら仕事したり作業したりするのがすごく好きで、普段結構聞いてます。基本日本語なんですけどね、英語とか中国語勉強してますけど、さすがに音声だけで理解できないので、でも英語中国語もたまに流す。なんか全く耳には入ってない、理解はしてないんだけど、なんかそういう音がある方が集中できて、あと寝る時に流したりしてます。だから結構音声コンテンツって聞いてる方にもいいらしくって、耳だけに集中できる方が内容が入ってきやすかったり、 YouTube とかって目で見て耳で聞いて理解できるっていうのもメリットで、そっちも分かりやすいんですけど、目と耳からより耳からだけの方が情報が残りやすいみたいです。なので
私は、好きなこと喋る時もあるし、なんかニュースを見ながらそれを見ながら、話したいなとも思ってます。面白い話ができたらいいなとも思います。結構私、SNS たくさん発信してますけど、あんまり自分のこと、自分の経験とかそういうのは公開してないなと思って、全然公開して問題ないんですけど、なんかね、私の SNS フォローしてくれてる方って私の情報が見たくてフォローしてくださってるので、でもそれはねすごく嬉しいことなんですけど、ポッドキャストはいろんなことを話していこうかなと思います。はい。で、自己紹介したいと思います。リリーでやってるんですけど、本名はリリーではありません。なんか他の SNS 見れば普通にわかると思うし、結構コメントで私の本名書いてくださってる方いるので、あとレッスン受けてくださってる方は私を、本名で呼んでる方も多いかなと思います。はい、本名はねここではじゃあ言わないようにしておきますけど、探せばすぐにわかるし、リリーと似てます。で、なんでリリーにしたかっていうと、これはリリージャパニーズを始める前からなんですよね。本当インスタグラムが始まったのって10年ちょっと前だと思うんですね。その時になんか私本名でやりたくなくって、その時はリアルな友達とつながる感じでインスタを始めたんですけど、普通になんか本名じゃないのでやりたいなと思って、特に深く考えずに本名と似てるリリをつけました。で、最初は、私ハローキティが好きなので、ハローキティのコンテンツ、ハローキティの写真とかをたくさん載せていて、なんかフォロワーさんも増えていってみたいな感じで、で SNS でね知り合う方って、私リリーでやってるからリリーって呼ぶから、なんかそのままじゃあリリージャパニーズでいいかなと思ってね、コロナの時、そのリリージャパニーズを始める時ね、名前は特になんかこだわらなかったですね。もう普通にもうリリーとジャパニーズでいいやみたいな感じで始めました。その時は今みたいに日本語コンテンツ発信してる人はそんなに多くなかったけど、いらっしゃいましたよね。だから、SNS についても今後ポッドキャストで話していきたいなと思います。はい。名前の由来が長くなりましたけども、私は東京に住んでおります。生まれも育ちも東京で、東京がとっても好きです。なんかね、田舎も好きなんですけど、都会が好きですね。でも都会の街には行かないんですけど、人が多くてね、ちょっとそこは好きではないんですけど、なんか家の中にずっといるんですけど、でもやっぱり都会の方がいろいろ便利だなと思って、私は気に入ってます。でも大体職場は、日本語学校はね渋谷だったし、大体都会でしたね。やっぱ満員電車は嫌でしたね。今はそのストレスがなくなったのですごくいいなと思います。で、仕事としては、SNS の発信、インスタグラムって基本インスタグラムからお金はもらえないので、そこでマネタイズっていうのは一切してないですね。昔はねアフィリエイトもやってたんですけど、なんか違うなと思って、私の方向性と違うなと思って、本当におすすめしたいのを一応 PR してたんですけど、もう今は一切やめました。で、あとは日本語レッスンですね。それは基本インスタ、YouTube 見てくれた方が申し込んでくれてます。今レッスンもそうだし、あと SNS の仕事、SNS を支援する仕事とか、あと広報
広報 PR ですね。PR の支援する仕事もしていて、結構忙しくしておりますので、あんまりレッスンもねオフの日が多かったり予約が取れなくなってる日もあったりするんですけど、その中でいつからだろう、2年前から始めたかな、レッスンは2年は経ってないかなね、ずっと継続して、申し込んでくれて、基本私のレッスンは1回で終わりではなくって継続してやるタイプなので、本当に皆さんといろんなこと話せて嬉しいなと思ってます。いつまで続けられるかわからない、続けようと思えばずっと続けられると思うんですけど、できる限りは、この仕事を続けていきたいなと思ってます。自己紹介ってそんな感じ？会社員、私の経歴は、短大を卒業しまして、短大っていうのは2年間の学校ですよね。で、その後は IT 企業に入社しました。5年ちょっといました。そこで広報の仕事とか、あとはウェブサイトとかデザインの仕事をやらせてもらって、すごい良かったなと思います。それが全部今につながって、今もデザインの仕事とか何か編集する仕事をしてるので、良かったなと思います。で、その後日本語学校に転職しました。日本語学校ではもともと働きたかったんですけど、私が行きたいような学校は新卒では取ってなかったんですね。経験者だけだったので、なので2社目でね転職することができました。日本で一番古い日本語学校なんですけども、もう本当に2年半ぐらいしかいなかったんですけど、すごいいいところでしたね。日本語学校についてはそれはそれでまたポッドキャスト撮りたいなとは思ってます。もう本当に人もいいし、仕事も楽しいし、大変なことももちろんありましたけど、いろんな学生さんと話して、ただコロナになっていろいろ状況が変わって、それでも学校は頑張ってたんですけどね、今ももう学生数は全部戻って、今でも日本語学校のスタッフさんとか先生たちとは仲良くさせてもらってるので、本当に好きですね。本当に好きな職場でしたし、もう日本語学校はめっちゃおすすめです。学費がちょっと高いけど、でもね、場所もいいし人もいいし、何よりね、やっぱり本当に日本語勉強したい人とか、日本で働きたい人とか、そういう人にとっては一番おすすめです。中にはそんなに夢がない人も日本に来て、留学ビザ取る方もいるじゃないですか。日本に住みたいとかね、そういう目的でも全然問題ないと思うんですけど、そういう人は向いてないかもしれない。結構厳しいですね。宿題もいっぱいあるし、ちょっと日本語学校について話すとまた長くなるので、これは別で撮りたいと思います。で、その後は IT 企業にもう一回転職しました。やっぱり私はその IT というか、パソコンカタカタやる仕事が好きなんですよね。エンジニアじゃないので開発したりとかそういうのはできないんですけど、何か作ったりとか文章を書いたりとか何か更新したりとか、でも一番好きなのは自分が作ったものが世の中に出る瞬間が昔からすごい好きで、どんなに小さい画像でもいいんですけど、それが世の中に出て、誰でも見れるわけじゃないですか。それが結構昔から快感で、見られてることにね快感がちょっと
自分自身が見られてるっていうのとまた違って、自分が作ったものがたくさんの方、不特定多数ね、不特定多数っていうのは特定できない多くの方に見られてるっていうのがねすごい好きで、だから自分が作った SNS、インスタグラムの投稿がすごい伸びた時はめっちゃ気持ちいいですね。あんまり私動画は伸びないんですけど、フィード投稿って言ってカルーセルの静止画って動かない投稿が結構多くの方に見てもらえてるので、それはね結構嬉しいなと思ってます。 YouTube もね、なんか気づいたら多くの方に再生してもらってて、あんまり投稿した後見ないんですけど、見る時間もないっていうのと、別に YouTuber じゃないのでそんな再生数は気にしてないですけど、このポッドキャストもね、一桁でもちょっとでも見て聞いてくれる人がいたら嬉しいなと思います。あとね、喋るの好きなんですよね、私。そんなにうるさいキャラ、おしゃべりキャラではないんですけど、やっぱり人って喋るのが好きで、それを聞いてもらえるのがすごい好きだと思うんです、大体の人は。で、私は結構周りを気にするタイプなので、あんまり喋らないようにするし、基本的に聞く側に回るし、なんかね、自分の意見を何でもかんでも公開するっていうのはちょっと抵抗はあるんですけど、でもやっぱりね、なんか話してるといいですよね。だからポッドキャストは、公開できる範囲でいろんなことを話したいと思います。前にライブ配信やってた時もあったんですけど、半年間ぐらいかな。その時もすごい楽しかったんですよね。ライブ配信ってとってもいいと思ってて、一方的に自分が話す、全部自分のターンじゃないですか。で、コメントでたくさん、コメントを送ってもらって会話してとか、あとギフトもらってとかあるんですけど、基本私が回せるっていう感じで、それで私は、結構頑張ったので、お給料ももらったりして、だからすごい良かったなと思って、本当ね、ライブ配信はねとってもいいです。でもライブ配信は顔を映すのでね、でも幸い私は自分の見た目について変なコメントは来たことなかったかな。そういうの書く人はね最低ですよね。なんかライブ配信についても話すと止まらなくなるので、これもまた別で撮りたいと思います。もうあっという間にもう20分弱話してるから、基本ねポッドキャストは20分から30分は話したいなと思ってて、私が聞くときにやっぱり10分とかだと短いなって思っちゃうんですよね。私結構1時間のトーキングのポッドキャストを流してたりするので、もちろん全部は聞いてないし、で途中でもう終わっちゃって、でまた次のポッドキャスト流してとかあるので、もう本当に聞いてないんですけど、なんか10分とかだといちいち切り替えないといけないし、でもさすがに1時間はちょっと話せなさそうなので、2、30分で行きたいなと思います。でも本当あっという間ですね。ちょっと初回なので、なんか決まったテーマもなく適当に喋ってしまったんですけど、これから更新頑張っていきたいなと思います。いろんなことをね公開していきたいなと思います。自分の仕事とか、私の価値観とか思いとか、お金に関することとかね、日本で働くこととか、私あんまり日本が外国がとかそういうのは、そもそもそんなに考えてないし、結構私いろんなことに興味がないんですけど、結構どうでもいいみたいな感じで、政治とかなんかそういうのもねどうでもよくて、自分と周りの人とね、そういう人が幸せであれば、で自分がそういう幸せにできる力があれば、それでいいなと思ってるんで、結局どんな世界になっても、どんな政治、どんなね国になっても、
自分次第なんで、何かが良くなったら何かが悪くなるっていう、結局バランスよくできてるじゃないですか、この世界って。だからそこはもう気にしないですね。だから弱い立場の方を守りたい、助けてあげたいっていう気持ちもあるけど、でも今って自分とね、自分の家族とか周りを守ることで精一杯なので、だから私ができることって、こういう語学、日本語のコンテンツを発信してるのはもう本当お金のためとかではなくって、勉強したいと思ってる方に役立てばいいなと思って、それはそういう思いでやってます。ただもちろんこれってウィンウィンじゃないとお互い続かないっていうのがあるので、私のウィンは、多くの人が見てくれてコメントでお礼を言ってくれて、で、広告のお金はね入るっていうのはありますし、でも YouTube ってすごいいいなと思って、で見てる方って無料で見れるじゃないですか。広告がね流れるのちょっとうざいと思うんですけど、でもその広告のおかげで私は、この日々ね YouTube 作ったりとか、そういうのも、それ作ることによってどっかからお金が入ってくる、広告以外からお金が入ってくるってことはないので、その広告っていう仕組みすごく嬉しいなと思って、だからね YouTube というプラットフォームにはとても感謝してます。YouTube というか Google ですね。いや Google はありがたいですね。本当にありがとうございますはい、見てくださってる方、聞いてくださってる方もありがとうございます。結構ね喋るのゆっくりだと思うんですけど、なんか喋ってると早口になっちゃうな。ここもなるべく聞きやすいように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしようと思います。引き続きよろしくお願いいたします。YouTube、Instagram もやってるので、よければそちらも見てください。それではリリージャパニーズでした。ありがとうございました。